格ゲーコントローラーの歴史を語る上でも、重要な人物。一回飛び降りたことがあるんです。これが、初代ガフロボックスです。右手で回してできるようにしたということに。梅原さんもね、これ使って、よし大会出るぞっていうふうに。梅原選手がガフロコンの使用を禁止される。その後 CPT ルールでもコントローラーに関して新たなルールが制定されると。皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時戸でございます。今回は記念すべき第20回の格ゲー研究室となっております。で、格ゲー研究室というのはですね、格闘ゲームのプレイ向上のために様々なことを科学的に検証する企画となっております。今回はなんと、日本のね、格闘ゲーム界における改造レバーレスコントローラーの元祖とも言えるこちらの方にゲストに来ていただいております。まずは自己紹介よろしくお願いします。はじめましての方ははじめまして、そうじゃない方はお久しぶりです。ガフロと申します。よろしくお願いします。ガフロさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、最近、格闘ゲーム業界に、知っていただいている方は、ご存知ない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、こちらのガフロさんはですね、格ゲーコントローラーの歴史を語る上でも、重要な人物だと僕は、思っております。で、スト5はですね、プロのライセンスも取得していましたが、その後いろいろあって、一時期は表舞台から、姿が見えなくなっていたガフロさんについて、今回は掘り下げて、いきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。まずは今回ガフロさんのゲーム歴やコントローラー、デバイス関係について、当チャンネルのスタックさんが年表を作っていただいておりますので、そちらの方で、見ていきたいと思います。お願いします。で、まず2016年スト5の発売に合わせて格闘ゲームを本格的に始めるということなんですが、それ以前のストリートファイター4とか、スト2とか、ガフロさん、年齢ってお伺いしてもいいですか？年齢は今、34になりますね。34？それまではやってなかったんですか？スト4の時代とかは動画とかで、やっぱりその時戸さんのお姿だったりとか、すごい活躍されている様を見ることはあったんですけれど、自分で本格的には始めていなくて、やっぱり本格的に始めたのは、5からということになりますね。この本格的に始めるきっかけとかってあったんですか？これはですね、自分に自信を持ちたかった。自己肯定感を上げたかったっていうのがあるんですよ。自分の場合は本当に自分に自信がなくて、自己肯定感が低くて、それによってもしかしたら時戸さんも自分に対して心当たりがあるかもしれないですけど、人を頼ることがすごく苦手。遠征とか行った時に、もしかしたらそういう話を聞いたことあるかもしれないんですけど、例えばホテル遠くなっちゃっても誰かの部屋になだれ込んだりとかしないみたいな。でこうなった経緯っていうのは幼少期の記憶が関連しているのかなと思っていて、すごい体もちっちゃくて運動もできない、勉強もできない、だから得意なことがないみたいな感じで、それによってやっぱり親から悪口言われたりとか怒鳴られたりとか、そういう記憶がすごい残ってるんですよね。姉と比較されて出来が悪いって言われたりとか。でそういうのがあって、すごい自己肯定感が下がるような、体験があって、で特に中学の頃なんかは、体も大きくならなかったんで、それでちょっといじめとかも受けてたりして、学校に行っても家に行ってもどっちも辛いみたいな感じで、それでこれ言っていいのか分かんないんですけど、一回飛び降りたことがあるんです。これ本当なんですけど、人に話すとこれが初めてです。それはでも無事でよかったですね。そうです。高さ大体って足を折って救急車で運ばれてっていう感じでしたね。そういう経験もあって、大人になって自己肯定感が低い、人に頼れない大人になってしまったんですけど、
でもそれでもやっぱりその自分を変えたいなとは思ってた、すごいあれですよね、前向きっていうか、はい、でそう考えている中でそのプロゲーマーの方たちのその素晴らしい活躍を目にしてすごい大好きになっちゃったんですよね。はい。でその大好きになった人に近づければ、そういう人のようになれればその自分のことを好きになれるかもしれないと思って、本格的に始めたというのも理由としてあります。なるほど、それはかなり深いところまで話していただいて、そういう経緯があったんですね。そうです。はい。もともとそのゲーセンとかにいた人たちって、やっぱ割となんていうか社会ってうまく出ないっていう人たちは結構多かったんですけど、このさんのその話はもう中でも結構重い方だなっていうふうにやっぱり。すいません、聞いていただいてありがとうございます。いえ。フォレスト5の最初の頃って、使用していたデバイス、コントローラーはどちらになるんですか？その普通のレバーコントローラーで、ラップ。リアルアーケードプロ。リアルアーケードプロを使ってやっていましたね。で、そっから、なんか、ものすごい短期間で、上達されたと思うんですよ。人にお願いできない性格だと、なかなか対戦とかもお願いしづらいのかなと思ったりとか、いい練習ができてたのかなとかっていうのが気になるんですけど、どういう感じでした自分でここから真面目にやって。そうですね。取り組み方としては、最初はその、家では、普通に、ランクマとかやって、普通に練習して、で、あとは、半年ぐらい、オフ対戦に毎週行ってましたね。毎週始まりから終わりまでいたと思います。当時だと e スクとか。そうですね。はい。ただそこも人に頼るのは苦手だったんで、その半年間ずっと、8月ぐらいまでは、誰とも喋んないで黙々とやってました。はい。で、やってたんですけど、どっかの時期からか、その、勝ち上がり TV あるじゃないですか。あれの、その、対戦常連だったからな。ですよね。はい。それがなんかすごいいい練習だったのかなと思いますね。攻略とかが一人だと絶対不利じゃないですか。このキャラ。誰にも聞けなかったんで、その、半年間自分一人で解決してたんですけど、その、トパンがチャリティーの5をきっかけに、ちょっとなんかいろいろあって、その強い方たちと組むことになって、そこから結構交流が始まったんですよね。その雑談だったりとか。その雑談の中でその攻略の話をしたりとかっていうのがあったんで、流れの中で自分から聞くっていうこともありましたし、なんか環境面に関しては本当に周りに自分は恵まれたと思っているので、人に頼ることは苦手だったんですけど、その周りがすごいその助けてくれて、でそれはすごいありがたかったですね。はい。時戸さんはいつ頃そのガフロさんと知り合ったタイミングですか？オンラインでなんか G アフロまたいるなみたいな当時ナッシュ使いで名前は知ってて、でも最初に会ったのってどこら辺なんだろうな。多分やっぱ対戦会でなんかやりましょうって言われたと思うんですよね、自分の方が。そうですか。覚えてるんですか？だから僕から言うってことはない。そういうことですよね。そう。はい。それでは年表続きまして、こちらです。ワンコネクトと社員兼プロゲーマーとして契約。こちらが2018年の8月ということで、こちらはどういった経緯で？きっかけは割と些細なことだったんですけれど、その、よくその e スクに行くそのお知り合いの方がいまして、で、そのお知り合いの方のお知り合いの方が、なんかその、e スポーツというか、そういう世界に興味があって、なるほど。で、なんかプロとしてやっていけるような人を、その、探しているという。で、うちで働いてもらって、で、大会とかは、名前背負って出てもらうようなのはできないかなみたいに思ってた方がいらっしゃって、そうですね。なんかそういう希望をしている方がいて、でその知り合いの方が自分を指名してくださって、
でそれでその契約することになったという感じですね。またやっぱり e スクつながり。まあそうですね。e スクはやはりオフ対戦会は強い。まあ、実績として一つあるのは勝ち上がりトーナメントっていうのをやっていて、まあ、毎週やっていて、まあ、それで勝ち上がるとポイントをもらえて、で12月にそのポイントの上位者で K1 トーナメントっていうのをやるじゃないですか。未だにやってますからね。そうですね。それの初代優勝者が、まあ、自分、ということになるんですよね。未だに初代チャンピオンなんで、K1 つったらガフロさんの大会だよなっていう認識が僕の中に正直あります。ちょうどそのお話をいただいたのがそれぐらいの頃だったんです。なるほど。じゃあそれで押しやすかったんでしょうね、お知り合いの方は。そうですね。勝ってるし。そうですね。まあ知名度もトーナメント毎回出てるからあるということで、まあそういうところでその推薦してくれたのかなと思いますね。そしてそれと同じ時期にこちらです。第7期トパンガリーグ出場。ありましたね。これ。トパンガリーグはやっぱね、非常にレベルが高くて、もう自信持ってるプレイヤーでもなかなか上の方まで上がれるっていうのはなかったと思うんですよね。そうですね。自分もその、勝ち上がりトーナメ常連兼プロということで、推薦させてもらって出ることになったんですよ。K1 優勝してるっていうのもあって、ただ正直僕は結構その当たりたいなっていうか、キャラも良かったんで、っていう認識だったんですよ。K1 勝ったけどキャラも今弱くなってるし、いやさすがに厳しいだろうなっていう予想、それをね見事に本当に完璧な形でひっくり返して、僕多分この時予選落ちだったんですけどやっぱこういうプロ契約とかを発表して、本人的にも、よしここでさらに一層頑張るぞっていう風になって、いい結果につながるっていうのは、結構ねこの格闘ゲーム業界あるあるなんですけど、拓郎さんの場合もひょっとしたらそういうところがあったのかなとか。そうですね。やっぱり緊張感を持ってよりやるようにはなりましたからね。今年やっていけるぞみたいな感触にはやっぱなりました。そうですね。それと同時に自分がプロとしてやっていく中でどういうことをプロとして発信していきたいのか。強さだけだと発信できるものって限られていると思うんで、何を発信してどうその盛り上げていくのか、どうその格闘ゲームの楽しさを知ってもらうのかっていうのを考えた時に、このままやっていくだけじゃダメだなっていう意識が芽生えたのはちょうどこの時でしたね。早いっすね。優勝したわけじゃないのでちょっと恐縮なんですけど。いやでもそのっていうかそのプロになった時点で、もうその認識をされてるっていうのは、なんかものすごく、状況がよく見えてるなっていうか、僕の感覚ですけど、僕は当時そうだったように、プロになりました。じゃあ、勝ち目指して、勝つことこそが、ほぼ全てだろうっていうことで、ずっとやってきてたんですけど、でもやっぱね長年やっていくにつれて、やっぱいろんなこと考えるようになって、この業界やっぱ存在感大事だよねとか、その勝った上で何を世の中に伝えたいのかっていうのをやっぱ考えながら、やることって大切だよねっていうふうに、僕ねすごい長い時間をかけてそこに気づいたんですけど、ガフロさんもだってそれ1ヶ月でそれってなんかきっかけあったんですか？きっかけはまずここでとりあえずの結果を出したということもあるんですけど、やっぱりその自分がプロになったのってその、他の方と比べて結構後じゃないですか。でそういう方たちの姿を見てきたからこそ、なんかそういうの自分がもしこうなったらどうするかなっていうことを考える機会も結構あったんですよね。そのプロの数も増えてきたし、そんな中で自分がどういう方向で自分ならではの主張をしていくかっていうのが大切なんだろうと、もうこの当時から考えてたんですね。そうですね。早いな。次、自作婚初制作。これも今の話にちょっとつながって
たりするのかな。なんかまんまですね。はい、そういうことなんですね。じゃあ自分ならではのなんか味をちょっと出して、まあ世の中の人にちょっと発信していこうかなっていうのとか、そうですね。まあこちらの自作コーンの制作につながるというか。そうですね。はい。まあこんな感じのやつなんですけど、これ事務所に眠ってたやつで。ガフロさん自身が持ってない。そうですね。これね、僕以前ガフロさんにいただいて、まあここにね、手のこの置くところがあって、手首が痛まないっていうのが、それとも取っちゃいましたけど、これがまあ初代ガフロボックスですね。これね、ガフロコン。で中はこういう感じで。ケーブルも入ってる。自分のどうですか。P 刺さってないからこれあれですね、後押し優先ですね。なるほど。それまず確認した。これはだから一番最初のまだルールがどうこうっていう前ですからね。はい、そうですね。移動をジャンプ。この辺は L3、R3 ですね。スト5のトレモってなんかレコーディングと再生がなんか L3、R3 だったじゃないですか。なのでトレモしやすくするように、まあこんな近くにつけてるというわけですね。最後入るよ。でまあこれは色が分かれてまして、基本的にはこの8つがなんていうか普通のアケコンの8つですよね。そうですね。ここら辺はなんかその用途としてはあったんですかね。そうですね。この辺がまあ後々話にも出てくる増設ボタンになるんですけれど、まずこっちが左ボタン、こっちが右ボタンじゃないですか。でこっちも左ボタンでこっちも右ボタンという感じでかぶってるボタンがこうあるんですよね。でこっちもそのここがそう丸ボタンでこっちも丸ボタン。でこっち何でしたっけ。こっちのボタンとこっちのボタンを同じ機能にして、当時ボタン2個あっちゃいけないっていうことは確かなかったんですよね。そう。そういうのもあって、まあどっかのボタンで、こっちでも使えますよっていうふうにしていたと。まあ自分が考えてたものとしては、まずこの移動ボタン、ピアノ押しで左手で前捨てするのって結構難しい。ですよね。難しいですよね。左手だけで完結させると難しいので、右手で前捨てできるようにしたということになるんですよ。こうやって前捨て用ボタンでしたね。でこっちの2つが何かっていうと、手をこう普通に添えた時に中指と薬指を下にずらすのってなんか辛いなって思ってて、上だったらまだやりやすいかなと思って、なんか上にもう2つつけたといった感じですね。ボタンにしてもご自分で。そうですね。はい。まあこの辺がやりやすいかなみたいな感じで、何回か試行錯誤して、穴開けてやりましたね。これはでも一番最初の練習はお世話になりましたわ。そうですか。僕はオブシディアンを改造してレバーレスにして使うことになったんですけど、それまでにやっぱこちらガフロさんにいただいたもので練習して、これでもレバー使ってたじゃないですか。レバーレスじゃないですか。これなんでこれを作るようになったんですか。まあこれはそうですね。なんでかっていうと、まずその自分のプレーの話になっちゃうんですけど、レバーが苦手だったんですよ。ガチャガチャしちゃって、その隣対戦とかしてるとなんか動きがバレちゃうみたいなとかもあったりとかして、あとはそのボタン移動にしてみた時に動きがデジタルに伝わって、気持ちいいなっていう風に、自分でプレイしてて楽しいなっていう風に感じたっていうのと、あとはこれはそのプロとして活動していく中でこれいいなって思ったことなんですけど、レバーってやっぱり格闘ゲームをやってる人じゃないと馴染まないっていうところあるじゃないですか。そういうとこまで考えてたんだ。いざ格闘ゲームを始めようってなった時に、まずレバーから慣れるところから始めないといけなかったり、そもそも合わなかったりとかってあると思うんですよ。プレイの入り口の幅が広がることによって、やってみたいと思う人も増えるんじゃないかなという認識があって、でもこういうボタン移動で活躍しているプロっていうのは自分が聞く限りだといなかったと思うので、自分がやることによって知名度を上げたりとか、プレーの幅を広げたりっ
っていう目的はありましたね。はい。当時ね、いなかったですよ。色物扱いしてましたもん。いつ初めてレバーレスを触ったの？レバーレスの練習自体はクアンバドローンって結構あるじゃないですか。そう、エボで使ってました。対戦した時に、そう、クアンバドローン使ってるこの人って。で、あれ使ってて、で、なんか、自分が使ってるものってどうしても中気になっちゃうんで、特に意味もなく分解しちゃったりするんですけど、それの中身見た時に、韓国製のレバーだとなんか、レバーにピンが刺さってるじゃないですか。わかります。だからそれを見て、このピンをそのままボタンに刺せば、そのままボタン移動できるんじゃないかって思ったのがまずきっかけで、ホームセンターブラブラしてた時にこれ見つけて、これに穴開ければ、自作、レバーレスいけるんじゃないって思って、そのまま買ってきて、試しにやってみたらなんかできたみたいな。最初はだからそういうなんか趣味の延長みたいな感じだったんですよ。実際にこれを使って何かやるっていうのはまだその時は考えてなくて、考えてなかったんですけど、やっぱりプロになってこれを使うことによってもっと世界を広げられるんじゃないかなと思って、結局使うことにしたという感じですね。これはトパンガーリーグの後に変えたっていう、認識でいいですか？これはですね、まずトパンガリーグ予選はオンラインだったと思うんですけど、それはレバーでした。なるほど。でトパンガリーグの決勝はこれでした。なるほど。はい。トパンガじゃあそこでよく決断しましたね。それは。まずやっぱりこっちを使っても動き的にレバーとそんなに変わらないどころか、こっちの方がもう動けるなっていう状態になっていたのと、あとやっぱりトパンガリーグの決勝、すごい多くの人が見る場じゃないですか。だからそういう場にこそやっぱり出すべきだったんじゃないかなと思って、多少プレーにリスクがあったとしても、そこで出すことによってプロとして意味が生まれるんじゃないかっていうのは当時考えてましたね。そして、こちらでございます。2019年4月、ストリートファイター5プロライセンス獲得ということで、こちらは、CPT 年間ポイント。そうです、そうです。結構回ってたので、特にアジアの方は結構回ってたので、それのポイント数で獲得したという形ですね。そして、ついに、ガフロコン販売開始。それこちらのモデルになります？こちらですね。はい。こちらと、あと増設ボタンがないバージョンみたいな、2パターン販売させてもらいましたね。僕もこれ提供していただいたのひょっとしたらこんぐらいの時期なのかもしれないですね。だと思いますね。僕は覚えてるのは、梅原さんと、フード。のコンビが結構注目して、梅原さんもね、これ使って、よし大会出るぞっていう風になってましたもんね。そうですね。で、当時は100個作ってました。そうですね。いやもう即売れじゃないですか、当時。そうでもなかったですか？5月中しか受注してなかったので、もう5月だけで100個5月の中旬ぐらいに確か販売開始したと思うんですけど、だから2週間ぐらいで100個とかになるんですかね。5月終わってからはいろいろあって、なるほど。この後いろいろあって6月以降も継続して売るつもりはあった？ではありましたね。はい、じゃあこちら年表の続きがこちらとなっております。さあ、こちらでございます。2019年5月、コンボブレーカー。梅原選手がガフロコンの使用を禁止される。その後 CPT ルールでもコントローラーに関して新たなルールが制定されると。これはですね、このストリートファイター界隈ではすごい大きいニュースになりました。で、ルールとしては、複数の同じ移動ボタン、攻撃ボタン禁止。だから、さっき言ったこちらのボタンで、他のボタンの機能をこっちにもつけてたとかっていうのがまず禁止されたりとか、あと入力優先。例えば前を入れると前歩くんだけど、それを離すことなく、後ろ入れると、後に入れた
入力が優先されるという基盤の構造上、ある日からすぐガードができるっていう入力になる。後ろを入れたまま前を押して、パンチを押すと、ソニックで、すぐ離すとまたためれますよ、みたいな。めちゃめちゃ早い。そこが、禁止されると。この時、正直どう思いました？仕方ないのかなという気持ちはありましたけど、CPT 始まる前になんか CPT の詳細みたいなの出るじゃないですか。ああいうタイミングなのかなと思ってたんで、正直すごい早いタイミングだったなとは思いました、ね。なるほど。これ1年終わって、次の時に、なんかあるのかなとか。それぐらいの認識でいたんで、これ自体は、妥当なのかなとは思ってるんですけど、その速さに関してはちょっとびっくりしたところはありましたね。影響力の抜群、ちょっと大きすぎる方が使ってしまったのもあって注目度がそうですね。ちょうどね販売もして結構ね100台売れるとかっていうのもあってそのタイミングはちょっとねそうでそれもあってその5月いっぱい一旦その販売受注というのは一旦停止でという形は取らせてもらいましたね。混乱しちゃうと思うので。さんはやっぱりなんかすごいなっていうか買ってくれた方々にちょっと申し訳ないっていうのがずっとなんかアフロさんおっしゃっててこの時に、ずっと自分人に頼ることが苦手という話をしているじゃないですか。だからこそ思うのが自分と関わってくれてる人にはすごい感謝したい、そういう人には幸せになってほしいし自分と関わったことによって不幸になって欲しくないっていう気持ちはありますね。それまでルールで認められてたものだし、やっぱねすごい強力なものだったと思うんですよ。だからアフロさん本当にね全然悪くないことをしていたのに、やっぱこういうことを受けて、やっぱネットとかで多分結構いろいろ言われちゃったりもしたと思うんですけど、でもそういうのは正直なかったと思いますね。自分もネットは見てなかったんで実際ネット開いたら何か言われてたっていうのはあったかもしれないですけど、直接はなかったんで心身の摩耗みたいなのはなかったですね。そして次はこちらです。ここで2ヶ月後の7月に活動休止宣言。これはでもやはりこのルールの変更で思うところがあったというか、やっぱり影響はありますよね。そもそも自分のプロ契約っていうのが、6月いっぱいで資金的にも継続してやっていけるかどうか怪しいという、話し合いをしていた段階で、なので、そのタイミングでこういった出来事があったので、それがきっかけにプロは6月末までという形にはなったんですけど、なので、4月以降は、アマチュアとしてやっていくかどうかっていう、選択肢の場面だったんですよね。じゃあ、なんで休止したかっていうと、6月に、詳細な、どういうのがダメっていうルールが出たじゃないですか。あの時、全然ネット見てなくて、まずそれ知らなかったんですよね、この時は。結局何がダメなのかわからないまま、っていう認識だったっていうのと、あとは自分の活動によってすごい混乱しちゃった人とか水を支えちゃったっていう人がいるのかなっていうのは正直この時は感じてたんで、やってきた活動自体は新しい可能性とか見出せたりとかしてよかったとは思ってはいるんですけど、これ以上自分がいるのはちょっと野暮かなって言ったらあれですけど、またさらに水を差す結果になってしまうのかなと思って。でもやっぱアフロさん真面目な人だからやっぱりそうですよね。人によってはね、よしじゃあもうこれあれできなくなっちまったから、次なんか考えるかみたいな感じでやる人もいると思うんですけど、そこまでずぶとくできたらいいんですよ。左手を
と右手用に分かれていて、今までにないような組み合わせもできるということで。できました私が現在アンバサダーを務めておりますヒットボックスは概要欄のリンクから購入できます。皆様よろしくお願いいたします。